絶対継がないと思ってたんですけどね。うちのじいちゃんが2歳、3歳ぐらいの時に豆腐屋を始めたって聞いたんで、こう計算したら、あ、来年100年じゃんみたいな感覚で、本当は親父に100年まで頑張ってもらって、そっから僕がこう101年目からって考えてたんですけど、いや3年前に母を亡くして、でもう親父がちょっとやる気がなくなってて、その時点で。でもこうなんとかこう家族でもう一回頑張ろうよみたいな話になって、でそっからまた手伝うようになって、次基地がなくなっちゃってる。2年半の間に両親を亡くして、なんか最初めちゃくちゃ悩んでたんですけど、もう来年100年迎えるっていうのもあって、絶やしちゃいけないなとか、お世話になった人もたくさんいるんで、やれるとこまで頑張ってみようかなっていうのがきっかけです。親父がこう何もこう教えない人というか、もう機械も触らせないし、目も触らせないしみたいな人だったので、何も言えず、教われずみたいな感じでした。何回かトライアンドエラーしてたどり着いた。そうですね。でも最初の数回は全然ダメで、でも正解がわかんないんで、やってミスってやってミスってやってミスってみたいな。結局その繰り返しで、なんとなく今ここみたいな感じです。そういえば親父洗ってたなみたいな。OK です。DJ が仕事？あ、いやいや、DJ は趣味で趣味ずっとやってて、バーが本業。バーが本業。で、ゆらゆらは長いんですよねってこと？もう13年半ぐらいですね、今。なんか18から豆腐屋で働き始めて、いろんなちょっと諸事情があって、一旦離れて、自分で商売始めてみたいな感じです。で、音楽好きだったんで、音楽が聴ける、なんかお店やろうかな、みたいな感じ。で、また戻りました、豆腐屋に。もう家族とか親戚は、もうやめるでしょ、みたいな感じだったし、無理にやれとも言わなかったんで、完全に僕の独断で続けるわ、みたいな感じで。私たちは正直、無理じゃないかなって本心では思ってたけど、やっぱり商品ができた時はね、すっごい嬉しかった。もしかしてお父さんより上手くなるのではないかと思ったりして。で、それね、ほんと、お世辞抜きで、みんながそう言うんですよ、周りの人が。もうね、やっぱり味を知ってる人は、他ので変えようかとか、そういうのあんまりないみたいで、やっぱりまたスーパーに出たら、やっぱりそれは小沢の買いたいねって言って、数値化できないところが、例えば大豆何キロに対して水をどのくらい入れて、にがりをどのくらい入れてとかは数字で見れるんですけど、例えばその木の気温だったりとかで固まりにくかったりとか冷めにくかったりとかが出てくるんで、一発で数字にできない部分で、そこはかなり苦労しました。昨日と同じでやったのに今日全然できないとか、美味しかったよとか、今日も買ったよとか言われるとすごく嬉しいので、お客さんの声が入ってくるように、その見学 OK にしたりとか、SNS を立ち上げたりとか、でこういう取材とかもどんどん受け入れるようにしてっていう感じで、僕が自らお客さんの声を拾えるような環境を整えたから。もともと私あんまり豆腐が好きじゃなかったんですけど、小沢豆腐すごいしっかり
ドイツの味がして本当に美味しいので率先して買ってます。直で機械から充填されてそのまま固まるんで、そのラッピングのこうつるんって丸いはい。状態で出てくるんですよ、切ると。でそれをそのまま輪切りにして出せるんで、で食感がすごく良くて、喉越しが本当にすぐ喉を通って、特に夏場とかだと本当にそのまま出してすぐパッと食べて、で喉越しを楽しむみたいなのもまたそれも美味しい。麺の方はもうほんとそれこそ作りたてを並べるんで、毎朝仕込んでそれをスーパーに持ってってで食卓に届くんで、うちはすごく大豆の香りがして美味しくて、それぞれの楽しみ方があるんです。鍋とかするときは、もう毎日、戸沢さんの、その、栄養豆腐を買いに行って使ってます。やっぱりなんか栄養豆腐の方が、豆腐の味がすごい濃い気がするっていう、美味しさがすごいある。豆腐の食べ比べみたいなこともしたことあって、沖ノ島にも他の豆腐屋さんとかもありますし、ショッピングセンターとかでも他の業者とかが売ってるものとかと比べたこともあって、それもまた面白くって、確かにどこも美味しかったりするんですけど、やっぱりしっくりくるのはもうお世辞じゃないけど小沢豆腐だなとは思います。栄養豆腐使ったレシピをいろいろ上げてくれてて、それを上げるたんびにうちでもそれ再現して食べてるから美味しいですよね。島にも昔はねいっぱいお豆腐屋さんあったんだけどなくなってきて、もちろん人も減ったんだけど、食生活みたいなこと少しずつ変わってきてて、お豆腐食べる機会っていうのはねどうしてもやっぱり減ってはきてるような気はするんだけど、ああやって積極的にね発信しながらやってるってすごく大事だよね。知り合いが沖で大豆を作ってるっていう話をこう小耳に挟んだので、話を聞いて、なんとかちょっと仕入れれないかっていう、ブランド力がつくというか、島の豆腐、島の大豆使ってますよっていうところで、少しはこう宣伝効果が上がればいいかなっていう目論見もありつつ、こう事業者同士がこうつながっていくっていうのも含めて、ちょっと、契約農家のような感じで、畑一面だけですけど、来年から大豆を仕入れようかなと思って。契約栽培って言って、作ったら買ってもらうっていう。だから事前に他の契約栽培してる方にお話聞いてみたり、その農協が出してる値段よりどうするかだったり、それ安いと正直意味がないんで、高く契約できるように話し合って、付加価値をどうつけていくかだったりの話もこれからしていかなきゃいけない。いやもう 99% 不安です。ただ、尻込みする感じは全然なくて、不安なんですけど、ずっと進んでる、走ってるみたいな感じですかね。多分その 1% の希望に向けて走ってるだけみたいな。沖で一番ちっちゃい会社なんですよ、うち。なので、腕振り回したところで誰にも当たんないみたいな、そんな世界なんで、より人目につくように頑張るだけですかね。こんなことやってたんだ、みたいな。親。こんな仕事してたんだなって。やっぱ実際作ってみるとわからんくて。結構大変なんだな、みたいな。冷蔵庫から豆腐、勝手に取って、食ってたりとか、もう今だったらできないな、みたいな。結構1個作るの大変だし、みたいな。なんで、ちょっとだけ感謝しました、親に。